はい、今ですね、アスカとですね、アスカとリアルプレイの試合がね、15分ぐらいの試合が出てきましたもんですが、ちょっと見ましたね。これはフルマッチの、まあ短めですけどね、フルマッチという。まあ今時のプロレスはこれぐらいかもわかんないですね。以前は60分3本勝負とかですね、やってたわけですけど、まあ、それはそうですね。まだアスカがですね、髪をショートにする前ですね。だからね、この試合見なかったけど、ちょっと動きが悪いんじゃないかってね、僕は言ったような気がしますね。まあだから今ちょっと絞ってますからね、アスカさんね。多分ちょっと休んだ時に、まあ絞ったんじゃないかなと。今の方が動きはいいと思いますね。まあだからベッキー・リンチが先に休養に入ったんですよ。まあ何年ぐらいかちょっとなんかコロナの2019年ぐらいですね。末でしたね。だから2020年ぐらいは見てたはずなんですよね。見ていたはずなんだが、ベッキー・リンチがね、出産のための休養かな。まあこれアングルなのかもわかんないけれども、それでベッキー・リンチからアスカになったのか。アスカがこのまあローですね。RAW の字幕しますけれども、RAW のですね。まあ、その続きですね。だから僕は見たのはね、シェーナ・ベズラーがNXT からまあロー RAW ですね、あるいはスマックダウンのね、こっちは FOX 系なはずなんだけれども、まあ移った、まあ移籍と言っていいかドラフトっていうのかな、 WWE 的に言えばね、ですからこれから字幕もね出るようになるので、ちょっと言葉をまたうまいことまあもともとそのアメリカ女子プロレス with 英単語です、放送で出てくる面白い表現ですね。例えば逆さ抑え込みなんかは、ね、バックスライドって出てきますね。バックスライド、であとは正面からローディングクラッチホールドに入るのはね、サンセットかなんか言うんですよ。サンセットフリップかサンセットかなんか言うんですね。サンセット、まあよくわかんないですね。太陽が沈む感じに見えるのかわかんないですけど、たまにねバックドロップはねバックスープレックスかなんか言うんですね。違ったかな。そういうところはやってたんだけど、最近もう英単語に関してはやってなかったんだけれども、字幕をつけるようにしますので、私の日本語の方も聞きにくいでしょうから、日本語にも字幕が出てですね、最低でもそれが自動的に英語翻訳されるようなので、それを自分で見てみましたけど、私の言わんとするところが大まか英語になってますからね。まあですからそれをまた見ながらプロレスの英語表現みたいなのでね、ちょっとまあ第2シーズンみたいな感じで、アメリカ女子プロレス with 英単語、まあ第2シーズン、まあその何が第2かっていうと字幕がつくというねことでやってみたいと思いますけれども、ですからここで僕が NXT で見たのはね、シェーナ・ベズラーを最後にリアが倒すんですよね。そして非常に感動的な観客がなだれ込んでですね、リアが囲まれるという非常にまあ感動的な勝利をしたわけですよね。 NXT においてですよね。そしてシェーナ・ベザー笑っちゃいけないけれども、シェーナ・ベザーはまあスマックダウンとか、まあ、今はマンデーナイトロー RAW ですねの方にいますけれども、ずっともうしょっぱいままなんですよね。しょっぱい試合ですいませんっていうね感じなんですよ。まあこの間ロンダ・ラウジーと大きい試合をやったみたいですけど、
どうにもなんないって感じなんでしょうね。WWE 側もね、なんかいいものは持ってんだけど、その弾けるものがないっていうね。いや何が、まあ答えかというとね、そのプロレスっていうのは、やっぱりもうこれ、だんだん分かってきてるけれども、相手の技を受けるということなんですね。まあテレビファンクもなくなりましたが、まあ自虐性というかね、受けるわけですよ。まあこれはまあ一番うまかったのはもうね、我らがアントニオ猪木なんですけど、まあ相手の技を受けてね、まあ晩年というか引退する頃はですね、受ける部分しか見せることができないということで、ビッグバンベイダーがやりたい放題やらせたというね、らしいですね。だから思わず途中で頑張って猪木さんというね、言葉が出てきてしまったと。あれとジェラルド・ゴルドとやった時もそうでしたね。もう本当にいいところなんて、一つもなくてね。最後、まあ、かろうじてスリーパー、まあ当時流行ってましたから、スリーパーで勝ちましたけど、誰だったっけ、決勝でスティングかな。だからあの頃は WCW と契約があったってことですね。まあそこちょっと話しますと、当然、1980年代ぐらいまでは、NWA の権威があったわけですよ。まあだけどどういうわけか、そういう権威に衰えが見えてですね、WCW というのは、まあちょっと間違ってるかもわかんないけれども、フリッツ・フォン・エリックが、まあなんていうんですか、まあ関係していると。だから新日本プロレスにケビンとケリーがね、もうデイビッドは亡くなってましたけど、ケビンとケリーのタッグっていうのがそういう時期があるんですね。だからあの頃から WCW とはまあつながりがあったんじゃないかなと思うんですよね。まあどっちかというと新日本っていうのはWWF と関係があったわけですけど、WWF とか WWE というのはあそこに来ましたからね、メガネスーパーの SWS というところに、来てるわけですから、まあ、新日本というのはまあそれ以外のところと、まあ、外国人それ以外のところから外国人を招聘したんじゃないのかなと思いますよね。まあ、そんなで、まあ、この試合で、アスカはチャンピオンシップを失うわけですけれども、まあでも本当にアスカさん頑張ってるなと思います。ですからまあよく Nobody Lady for Asuka と、あるいは No One Lady for Asuka という宣言があるわけですけど、もうこれはなんていうかな、実際に感じた、まさにプロレスですから肌で感じた感覚で全然自分にかなわないなっていう、それを感じたんでしょうね。まあ要するにキャッチャーズキャッチが彼女はできるわけですが、なんでできるかはちょっとわからないんですけれども、そのバトラー2で練習してたのか、バトラー2っていうのは藤原組の藤原組長だけ新日本かなんかに復帰してるんですか。だから石川なんとかっていう人がね、バトラー2、そこにアレクサンダー大塚とかいたから、まあその辺なのか、あるいは男子でなんだったかな、タランチュラかなんかやる人いますよね。タランチュラロープギアでね、あの人が新日本系なのかちょっとわかんないけれども、なぜかできるんですよね。まあミストっていうのもそのタランチュラの人からなんていうのかな、まあ、教えてもらったっていうかもわかんないですけど、引き続き応援したいと思います。字幕をつけますので。